どうも、わがつくです。今回は着色料なしで琥珀糖を作っていこうと思います。いちごとブルーベリーを使用します。ただ、今回使用するのはシロップの部分のみです。果実の部分は次回の動画で使用します。その予告も最後に挟んでいますので、最後までお楽しみください。まずはじめに今回使用するフルーツの紹介です。これは100円ローソンで買ってきた冷凍のストロベリー、あと冷凍のブルーベリーになっています。これはおのおの 90g 入っていて、この中に砂糖を入れるのですが、ブルーベリーと同量の 90g、ストロベリーと同量の 90g と測っていってください。この動画では 140g 測っているようにも見えますが、少し測りすぎたのでいちごの方に移しています。そして今回の目的は綺麗な赤色と綺麗な紫色を出すことです。なので余分なお水っていうものを極力少なくするためにこういう風に同量にしています。そしてこうしておいた方が香りも強くなるので、今回先に砂糖と混ぜています。これを加熱していきます。砂糖が多いので焦げ付きやすいです。なので火加減は中くらいにしてください。そして2分煮込みます。この2分煮込むというものはなぜかというと、主に殺菌のためです。この後余ったものは瓶に移すのですが、瓶が殺菌されている状態、そして中身が殺菌されている状態っていう状態でないと菌が繁殖しやすくなります。なので今回は2分炊いています。そして今回使うシロップ、これだけ分けて中身は次回使うように瓶に入れておきます。そして全てシロップを使うのは今回は多いので、使う分だけ別の容器に入れています。この状態はもうジャムに近いものになります。なので残ったらパンに塗ったりしてもいいと思います。そしてブルーベリーも同様に殺菌していきます。作業自体はいちごと同じようなものになっています。2分間加熱して殺菌する。そして蜜だけ取って中身は瓶に入れるっていう作業をしてください。この作業がめんどくさいって方は市販のジャムを使ってもいいんですけれども、市販のジャムを使うときは注意があります。それはクエン酸ですね。酸性のものっていうものがなるべく入ってないものにしてください。酸性のものが入っていると寒天が固まりにくくなって失敗しやすいです。ブルーベリーの方は琥珀糖に作り慣れているって方は、こういう風にレモン果汁を入れて発色を良くしてあげてください。そして発色を良くするやり方は、レモン果汁を大さじ1ぐらい入れて空気に含ませるようにして混ぜてください。すると発色が良くなります。左がレモン果汁を入れたもの、右が入れてないものになります。左の方が鮮やかな紫色が出ます。ただ酸が加えることによって寒天が固まりにくくなります。なのでできるならばレモン果汁を入れないで固めた方が失敗しにくくなると思います。これを着色料として使用していきます。この時に湯煎してこのシロップが冷めないようにしてください。っていうのも最後に寒天と合わせるんですが、その時に寒天が固まらないようにするためです。次は琥珀糖の生地を作っていきます。砂糖 100g です。
そして水が 100g、 粉末寒天が 4g 使用しています。これはいつもの琥珀糖の作り方と一緒のような生地にしています。まずは中くらいの火にかけて寒天をよく溶かしていきます。これぐらい沸騰してきたら次に砂糖を入れていきます。砂糖はすべて入れてしまって大丈夫です。そして焦げつかないようによく混ぜて一度沸騰させます。沸騰させた後は今回の配合だと1分ぐらい加熱するとちょうどいいと思います。そして寒天を混ぜるときはホイッパーじゃなくて木べらなどで混ぜてください。すると寒天の固まる力っていうのが弱まりにくくなります。型に流していくときもあったかい状態で流してください。するとこの今見えている気泡が収まりやすくなります。そしてシロップにこういう風に寒天を入れてシロップを寒天となじみやすくしていきます。実はこれ撮影2回目なんですけれども、1回目失敗した時はこの寒天をシロップに入れるっていう作業をしていなかったので、その作業を後で見ていただこうと思います。そして琥珀糖の生地を流した後は2分ほどしてからシロップを流した方がやりやすくなります。今回半分はまだら模様にします。そしてもう半分の方は水玉模様にしていこうと思います。この模様付けは各自好きにしていただいても大丈夫だと思います。ただこういう風にもできるよっていうような参考のものをしようと思ったので、今回まだら模様と水玉模様でやっています。また今回スプーンでシロップを垂らしていますが、もっと綺麗にしたいっていう方はスポイトなどを使って垂らすと綺麗になりやすいです。特に水玉模様の方はスポイトを使ってやるのがおすすめです。そしてだいたい常温で、5、6時間固めてもらうと大丈夫だと思います。もし急いで作りたいっていう方は氷水で冷やしても固まります。ただその場合だと蜜が表面に出やすくなります。そして乾き方もちょっとムラが出ます。なのでできる限り常温で冷ますようにしてみてください。あとはお好きにカットしてください。今回は2センチ角の四角形にカットしています。こういう状態ですね。左がまだらなもの、右が水玉模様のものになっています。今回あんまり綺麗じゃないなと思っているので、もしもっと綺麗な水玉にしたいっていう場合は2分待ってからシロップを流し入れてくださいって言った部分を5分ぐらいにしてみてください。ただ失敗もしやすくなるので、そこは加減を見ながらやらないとダメです。これが失敗した琥珀糖です。見てもらえると分かる通り、中には気泡ができてしまっています。これはクエン酸が作用して寒天の固まらなかった部分っていうものができているためです。わざとこういう風に気泡を作る場合もあるのですが、今回は失敗して気泡ができてしまったパターンです。また違う動画でこのわざと気泡を作るやり方っていうものをご紹介しようと思います。そしてここからは
次回の動画の予告になります。ラカンと S を使ってみつ豆を作ってみました。シロップは前回のレモンの琥珀糖で余ったシロップ、そして今回のいちごのシロップ、ブルーベリーのシロップを使用しています。ただいま編集中ですので次回までお待ちください。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価していただけるととても嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日はありがとうございました。